こんにちは、たかしです。本日は7月2日土曜日、週末ですので、来週4日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。今週の週足は下髭の陰線となっております。下髭が比較的長いんですけれども、陰線ですので、ちょっと怪しいなという雰囲気ですね。ここでのダブルトップでの現在下落となっているんですけれども、このまま下落してくるのか、それとも来週ここから再び上昇に持ってこれるのかというところですけれども、ちょっとインジケーターがだいぶ怪しくなってきました。ストキャスティクスは今デッドクロス仕掛けてます。マックディもデッドクロス仕掛けているというところで、来週ここからこのまま下落しそうにも見えますね。ただ、ストキャスティクス過去のこのデッドクロスを見てますとちょっと早いなっていう感じがしますので、来週もう一度高値をトライしてそこからの大きな下落になりそうな雰囲気とは感じます。この過去のストキャスティクスのデッドクロスからの下落を見てますと比較的大きく下落しているんですね。なので今回のデッドクロスも大きく下落するでしょうけれども、来週は一旦反発してそこから再度下落、そしてこのボックス加減ですね、155.5 円付近、この辺を最終的には目指してくるのかなという、そんな印象です。現在はこの赤のボックスの中で動いていると考えてまして、上限が 168.7 付近、下限が 155.5 付近、この辺での動く可能性を考えておきたいところです。この動きなんですけれども、昨日少しお話ししましたが、月足でね、去年の年末で同じような動きをしてたっていう話をしているんですが、ここでの動きに似てるんですよね。1ヶ月かけて上昇、1ヶ月かけて下落みたいなこんな動きを今ここでしておりますので、おそらくですが最終的にはこの辺 155.5 まで下がるかどうかっていうところはわからないですが、158円ぐらいまでは下げてきそうな雰囲気ですね。では日足です。今週は結局分かりにくい動きを続けた挙句金曜日に大きく下落してきて、で最終的にまた大きく戻しているんですね。現在はここの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% のこのオレンジのラインですね、162円付近で反発してきてます。前回のこの動きと似てますよね。ここからの下落して GMMA に深く突き刺さったところでの反発上昇というところで、今回も GMMA に深く突き刺さって反発してきているんですが、気になるのはこの陰線ですね。この金曜日の陰線は確かに半分ぐらいは下髭になっているんですが、ここが陽線なら良かったんですが陰線で終えているっていうところで、来週もう一度下値を模索するんだろうなという感じがします。なので来週週頭はもう一度下を試して、そしてここが割れなければ上昇しそうですけれども、ここが割れてくるともう一段下、この白のボックス加減ですね、160円付近までの下落を考えてます。今は個人的には160円ぐらいまで下落するんじゃないかと思っておりますので、ここっていうのがちょうどこのオレンジのトレンドライン付近にもなりますので、この辺ですよね。この白のボックス加減なんですが、突き抜けてこのオレンジのトレンドラインぐらいまで来ると、節目としてはちょうどいいのかなと感じます。もしくはここ今高値を切り下げてますので、そしてここなんとなくこの辺にラインが引けそうなんですが、今その辺で止まってますので、ここでの三角持ち合いになるのかというところでしょうか。なので来週は一旦、下げてはきますけれども、この金曜日の安値を割れるかどうか、割れれば一旦160円もしくはもう少し下ぐらいまで下げてくる可能性、割れなければここでの三角持ち合いみたいな、そんなイメージです。ストキャスティクスはだいぶ安値圏に来ております。過去のこのゴールデンクロスを見ていただきますと、比較的大きく上昇しておりますので、週明けはこの辺安値圏からのゴールデンクロスをしてくるようですと、そこからの上昇になりますので、一旦は下落しますけれども、そろそろ反発ポイントだなというようなイメージですね。ですのでやはりこのオレンジのラインぐらいまでは下げてきそうですので、160円ぐらい、もう少し下159円ミドルぐらい、この辺まで下げてきたところでは次は反発を伺っていきたい、そんな感じですね。では4時間足です。4時間足では今高値を切り下げての下落となっております。そしてこの安値を抜いたあたりから下落が加速しているのがわかりますね。そして GMMA、昨日も言ってましたが、この青帯の下に赤帯が潜り込んできてますねっていう話をしてました。ここから下落が始まると、大きく下落につながる可能性、そしてこの GMMA の赤帯が下がってきて次上昇したところ
で、この青の GMMA の帯にレジスタンスされてもう一段下落する可能性があるという話をしてたんですが、今ちょうど赤い帯がだいぶ下がってきてますね。週明け、もしここ、今だいぶ反発はしてきているので、もう少し反発したところで、この青の GMMA に当たるところぐらいまで上昇すれば、ここからの再度下落。で、この安値ですね、160円ぐらい。これが今、この白いラインが先ほど冷やして見てました白のボックスの加減になるんですが、この辺ぐらいまでの下落が起こりそうです。週明けは一旦上昇、そして GMMA にレジスタンスされての下落で160円ぐらい、もしくはここのこのオレンジのトレンドラインですね、この辺付近までの下落、この辺に来たところでは下げ止まって、ここからの一旦の反発はするでしょうけれども、やはりこの高値を切り下げてきておりますので、このトレンドラインぐらいまで上がってきたところでは再び下落というところで、赤のボックス、先ほど日足や週足で見てた赤のボックスの加減ぐらいを目指して下落していくのかなという、そんな大きなイメージです。現在4時間足、ストキャスティクスは安値圏でゴールデンクロスはしてきてますが、マクディの下落モメンタムがまだ、強そうですので、その上げてきても上げ渋る、ここまでも上げてこられるのかなっていうところは気になるところですね。ただここネックラインですし、この、165円ぐらい、164.8 とか9とか、この辺ぐらいが一旦の反発ポイントかなと思いますので、上昇してきてもこの辺、今 GMMA もここまで来ておりますので、この辺まで上昇してきたところでは再び下落していく。ただ、ここまで戻せない可能性もあります。今、1時間足の GMMA がちょうどここを通ってるんですね。1時間足の GMMA で上値を抑えられて下落するようですと、週明けここからすぐの下落になりそうです。今、この辺ずっとね、1時間足の GMMA がこんな感じで通ってるんですよ。で、その GMMA に抑えられて下落しているっていうように見えるんですね。ですので、ここ、今ちょうど1時間足の GMMA にぶつかるところですので、この辺から再度下落してきて160円ぐらいを目指してくるのかなと。で、そうしますと、今度、日足のストキャスティクスが安値圏に来ますので、その辺付近、週半ばぐらいからの反発になってくるのか、というところでしょうか。今、4時間足、この昨日の大きな下落に対して結構強くは戻してきているんですけれども、この1本の陰線ですね、最後のこの陰線に対して、その陽線2本が出てるんですが、そこをカバーしきれていないんですよ。この陰線の、始まった視点まで戻しきれていないんですね。なので、強くは反発してきているのはわかるんですが、やはりここから続落しそうという、そんなイメージを持てますね。では、1時間足です。先ほど言ってましたこの GMMA ですね。この辺に来てます。今、ここ1時間足の GMMA にずっと上値を抑えられて下落してきたという経緯がありますので、この辺で次抑えられるのか。そして、ここを上回ってきたときは次4時間足の GMMA が今この辺ですね。165円ぐらいのところにありますので、この辺に上がってきたところでは再び上値を抑えられて下がっていく。そんなイメージです。今、ストキャスティクスは高値圏にありますけれども、まだデッドクロスしそうな雰囲気ではありませんので、もしかしたらもう少し高値を目指す可能性というところも考えておきたい。ただ、小さくは戻り高値がここにあります。ここ 164.4 円付近ですので、この辺を超えてこられるのかどうか、ここを超えてくると次ちょっと下落までは時間がかかりそうですけれども、この髭先を超えられずに下落というところで、もし週明けここまで上がってきた場合、164.4 付近まで上昇してきた場合は、ここを背に、ショートエントリーっていうのもありだと思いますし、で、もしここを上抜けた場合は、ここでの逆三損みたいなイメージになりますので、もう一段階上昇するでしょうけれども、次ここのオレンジのラインの 164.85 というこの辺のラインですね。これこのダブルトップのネックラインでもありますし、そして4時間足の GMMA がこの辺を走ってますので、この逆三損っていうのはおそらくこの辺で否定されて下落するんだろうなという、そんなイメージを持ってます。今は強くは反発してきてますけれども、このまま上昇するというイメージではなくて、やはりこの辺に来たところでは戻り売りのポイントだと考えますので、上昇してきても165円ぐらいまでかなと思ってます。ただ1時間足の目線切り替えポイントはここですね。167円付近にありますので、もしかしたらこの辺まで戻してくる可能性も考えられるんですが、今のところはこの GMMA に抑えられてきてますので、一旦はここからの戻り売り、ここですね。164.4 円付近からの戻り売り。で、ここを超えてくると逆三損みたいな形で上昇するかもしれませんが、このネックラインっていうのは次、レジスタンスに変わると考えますし、ここに4時間足の GMMA もすぐに降りてきてますので、この辺付近っていうのは次戻り売りのポイントになると考えてます。
そして下落のターゲットは一旦は160円。で、160円ぐらいのところでは、日足のストキャスティクスが今度安値圏からゴールデンクロスしそうになってくると、そこからの一旦の反発の上昇。その反発の上昇がどこまで上がるのかというのを見ていきたい。そんな1週間になりそうです。それでは今日はここまでです。今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。